今日のテーマは勇者。異世界の命運を背負う希望の存在ですが、教授、一言で彼らを定義してください。未成年を異世界から拉致し、労働契約なしで戦場へ送り込む事実上の児童兵、チャイルドソルジャーだ。開始10秒で番組を潰しに来た。図星だろ。ファンタジーリアリストへようこそ。進行のミヤです。視聴者の皆さんに聞きたいことがあります。なぜ王国は訓練された大人の騎士ではなく、わざわざ異世界の高校生を勇者に選ぶのでしょうか。答えは簡単。安いから。責任を取らなくていいから。それだけの話だ。いや、ロマンはどこ行ったんですか？ロマンは予算書に載っていない。では深掘りしましょう。まず年齢、なぜ高校生10代後半なんですか？前頭葉が未発達だからだ。人間の脳においてリスク判断や長期的な損得感情を司る前頭葉が完成するのは25歳前後と言われている。つまりやりがい搾取しやすい人材ってこと。その通り。高校生なら「うおー、異世界召喚だ!」とドーパミンだけで突っ走ってくれる。だが大人ならどうだ。契約金は？保険は？死んだら遺族年金は？と交渉を始めるだろう。全員ブラック企業に騙される新卒みたいなもの。王国の戦略は明確だ。未成年イコール安価で従順なハイリスク労働力とみなしている。じゃあなぜ異世界人である必要があるんですか？自国民を徴兵すれば言葉も通じるし手っ取り早いのに。それをやると遺族年金が発生する。国民は選挙で怒る。政治リスクが高すぎる。だが異世界人にはこの世界に家族も戸籍もない。死なせても公式な死者数にはカウントされない。国の統計上は犠牲者0になる？そう、最も都合の良い無国籍兵士だ。壊れても修理義務も保証義務もない。リスクオフにも程がある。彼らは人間扱いされてないんですね。100歩譲って召喚はいいとして装備です。世界を救うのに王様がくれるのがヒノキの棒とどうか50害。なめてますよね。舐めているのではない。死ぬ前提だから投資したくないんだ。うわ、もし高価なミスリルの剣を渡してレベル1でスライムに負けて死なれたらどうなる？高額資産がモンスターの手に渡る。軍事的な大喪失だ。だからゴミ装備。合理的すぎて泣きそう。初期装備は人材への初期投資、シードマネーだ。生き残って成果を出した者にだけ追加投資、シリーズ A を行うというシリコンバレーのベンチャーキャピタル方式をとっているに過ぎない。じゃあ最後の希望、ハーレム。旅先で出会う美少女たちとの絆。あれは純粋な友情と愛ですよね。福利厚生だ。夢を壊さないで。給料を払わない代わりにどうやってモチベーションを維持させる？承認勇者様と仲間からの好意、異性の同行という非金銭的報酬を最大限に利用するんだ。完全にやりがい搾取の若者向け採用戦略じゃないですか。若者の自己効力感をくすぐれば彼らは逃げない、やめない。結果給料ゼロでも命がけで戦い続ける。これほどコスパの良い兵士はいない。今日のポイントを3つにまとめます。勇者は未成年、交渉できないから安い。勇者は異世界人、戸籍がないから保証不要。装備は粗悪品、死ぬ前提なので投資しない。つまり勇者とはコスト最適化された使い捨ての自動兵だ。もうロマンのかけらもないですね。視聴者の皆さんはどう思いますか？もしあなたが召喚されたら王様と労働条件を交渉しますか？それとも諦めてやりがいで戦いますか？コメント欄でぜひ交渉派かやりがい搾取派か教えてください。ついでに高評価を押すと君の前頭葉が少し発達して騙されにくくなるかもしれんぞ。教授、それ科学的根拠ゼロですよ。なお
もし万が一召喚されてしまった時のために、私のノートに裏マニュアルを用意しておいた。勇者契約書で絶対に読んではいけない死亡面積条項、王国から合法的に逃げるための亡命ルート、実は意外とホワイトな魔王軍の福利厚生リスト。魔王軍ホワイト説は気になりすぎる。実力主義だが、少なくとも初期装備で棒を渡すような真似はしない。王国よりマシな組織はいくらでもある。命を守るために異世界へ行く前に概要欄からチェックしてください。さて次回ですが、教授がまた恐ろしいことを言ってましたね。ああ、次はダンジョンは遺跡ではない巨大生物の消化器官であるという地質学的ホラーだ。また食欲なくなりそう。でも絶対見ます。気づきのあった方はチャンネル登録&高評価をお願いします。あなたのワンクリックが勇者の労働環境改善につながるかもしれません。では諸君、異世界召喚にはくれぐれも気をつけたまえ。